このホテル朝ごはんついてるんですけど、まあこんなもんですかね。今日は万東のルーツタミャン郡ムジョンミョンに向かいます。それどこって思いますよね。クァンジュから1時間ほど離れた韓国の片田舎なんです。実は万東のじいちゃん、戦前から戦争が終わるまでの間、朝鮮で学校の先生をやってました。そのじいちゃんが日本に帰るまでの間住んでたのがムジョンミョン。万東の親父もここで生まれました。だから僕にとってはルーツとも言える場所なんですよね。まずはクァンジュのバスターミナルからダミャンの町まで向かいます。ダミャンダミャンダミャンターミナル OK。 市外だと料金が変わるからなんですかね。行き先聞かれたの初めてです。ダミャンのバスターミナルから乗り換えて今度はムジョンミョンに向かいます。全くノープランなんですけど、とりあえずじいちゃんが働いていたと思われる学校に行ってみたいと思います。近くを通りがかったおばあちゃんに聞いたら、学校もう夏休みなんで裏口から入って先生に聞いたらいいんじゃないっていう話でした。バイバイ。ちょっと聞いてみようか。
日本だったらアポなしで学校入ったら多分通報されますよね。で、裏口から入って本当に先生に聞いてみたんですけど、さすがに80年も前の資料は何にもないみたいで、一番古い70年代の写真っていうのを見せてもらいました。もしかすると70年代だったら、じいちゃんが働いてた頃の校舎そのまま残ってたっていう可能性もありますよね。いやー、先生本当にありがとうございます。こんないきなり現れた不審者みたいな外国人の話聞いてくれるっていうのは本当にありがたかったです。道なき道やなこれ。今度は当時家があったという盆安里というところに行ってみたいと思います。山並みは変わってないでしょうから、きっと学校から帰るときに同じ景色じいちゃんも見たんだろうなと思います。そうですね、メタセコイア並木。別に普通にこんなとこに向いてんやな。そう、さっきからこの横に生えてる大きな木全部メタセコイアなんですよね。ダミアンは竹とメタセコイアが売りになっている町みたいです。カフェを見つけたんで入ってみようかと思います。なんかアイスコーヒーみたいな。カフェのお姉さんに韓国語を話したらすごい珍しがられて、どこから来たんだって、日本から来たって言ったらさらにびっくりしてましたね。そりゃこんなところに来る日本人ってまずいないですよね。道が多分入り口。なんとかマウリ。東園に進んでいるおじいちゃんに聞き込みしようかなと思ったんですけど、歴史的な経緯もあるし、変な感情を持たれたら困るんで、ここは見るだけにしとこうと思います。こんな感じの村なんですね。いや、それにしても暑い。やべえなこれ。せっかく涼しくなったのにも、おじいちゃんあそこで寝ててもこれ熱中症になるよ。これなんかすごい古そうやけどね。朝鮮時代っぽいもんね。暑い。いや
この村のどこかで親父も生まれたって考えると、なんか感慨深いですね。もしかしたらどっかこの辺の家の一つかもしれんよな。猫。こいつ狙ったんや。それは無理でしょう。これは暑っ。いや暑いしか感想が出ないわ。はいはい、行きます行きます。パッと見でも戦前から残ってそうな家は結構あるね。これとかもね、これとかもそうでしょ。半億やんねこれ。古い家の匂いがする。猫タンが多いねここ。これはこっち。はいはい、行きます行きます。すいません。すごい竹林が。ほらなんかありますね。これは由緒あるお屋敷かな。万歳藩長南原門。雲は従う竜の風、従う虎。すごいお家ですねきっと。ああやっぱこの家古いね。すごいねほら。
んなとこ観光客誰も来ないよね。そら。はい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 、すみません。はい。はい。すごい自然がある場所やね。昔はこういう半木だらけの街やったんかもね。唐辛子かなこれ。あ、さっきの猫ちゃん。またなんか狙ってるのかい。唐辛子猫。元気やな、この暑いのに。番犬飼ってる率がすごいね。すごい農家さんが。帰ってきました。降りるとバス停があるはず。っていうかすごいね、この木。うわ、何の木これ。うわ、すごい木。これはきっとじいちゃんも見たでしょう。村の守り神みたいなやつよね、これ。すごい木やな、これ。そうか、このイチョウの木泣くのか、君は。なんかこの瞬間にじいちゃんと時空を超えてつながったみたいな気がしましたね。5、60年経ってるんじゃないかな。
この象徴、農協。高くね？アイス買おうかな。アイスあるかな。ハンダル持ってる。来てくれるんでしょうか。暑いね。おとなしいな、君は。女の子かな。暑いな。そうやん。やっぱりというが来ないっすね。本当に35分なのかな。全くと言っていいほど来る気配がない。